はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、仕事で体を動かす人は運動は必要ないのかということについてお伝えしたいと思います。で、運動ってあなたはする習慣があるでしょうか？運動はですね、ストレス解消にとても効果的だったり、血圧を下げてくれたり、メンタルを改善したり、健康寿命を伸ばしてくれたり、ダイエットに効果的だったりと、とてもいい効果のたくさんあるものなんですが、仕事で忙しくてね、運動する時間がありませんとか、その仕事で結構動いてるから運動はしなくてもいいでしょうって思ってしていない方ってね、結構多いんですよ。そこで今回はちょうどいい研究報告がありましたので、これをお伝えしたいと思います。今運動ができていない方はですね、これで仕事をしていれば運動をしなくていいのかしないといけないのかが分かりますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしています。チャンネル登録をしておくと、あなたやあなたの周りの方にね、ご家族であるとかお子さんとか、今後ずっと役に立つ健康情報を身につけることができますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、運動の重要性を知らない方って、ね、結構多いと思うんですけども、例えば健康寿命といって何歳まで健康的に生きられるかという年齢があるんですね。平均寿命が何歳ぐらいで死ぬのかという、その基準なんですけども、健康寿命というのは何歳まで健康に生きられるのかという基準なんですよ。でね、この健康寿命を1日10分運動するだけで 28% も伸ばしてくれる運動の方法があったり、ある運動ができていないと 67% も認知症になってしまうリスクが上がってしまうなど、運動の時間や頻度を守ることで血圧を効率に下げるという効果であったり、または睡眠の質を上げてくれる運動の方法なども研究の結果から分かっているんですよね。ですから運動というのはどのような方でも必要なものなんですよ。誰でやってもね、やっぱり健康寿命は伸ばしたいでしょうし、認知症にはなりたくないし、血圧も下げたいし、睡眠の質は上げたいし、ダイエットもしたいじゃないですか。だからどんな方でも運動っていうのは必要なんですよね。でもそこで問題となってくるのが、仕事をしているから運動はしなくていいのかという問題なんですね。私は整体院をしていますので、運動の習慣がね、あるかどうかっていうのは初回時に必ずお尋ねさせていただいているんですけども、仕事で私は動いているから運動をしていないっていう方がとても多いんですよ。いや、私はね、保険の営業だからすぐ歩いたりとかすぐ多いんでね、階段もめちゃくちゃ登るし、アパートの方とかもいらっしゃるから、もう運動してるのものだから、だから私は運動はしなくても大丈夫なんですっていう方もいらっしゃるとか、俺はね、もうめちゃくちゃ肉体労働だから、もうすごい上げ下ろしをね、ずっとしてるような仕事だから、もうこれ以上運動なんかしたらね、余計に悪くなっちゃうんじゃないかなと思って、もう運動はしなくていいんですっていう方もいらっしゃるんですよね。で、そう言われた時にですね、私は、これまではね、ああ、そうなんですねっていうぐらいしか言えなかったんですよ。仕事でね、体を動かしていれば運動って必要ないのかな、どうなのかな、ぐらいに思ってたんですよね。で、そこで今回の研究報告でとてもピンポイントで、いい情報を伝えてくれますので、とてもありがたい内容なんですね。これがね、今回のこの研究が基準となって、これからね、仕事をしていれば運動必要ないのか、それとも必要なのかがはっきりと言えるということですので、これ私にとってもね、すごくありがたい研究報告なんですね。で、そして、あなたにとってもですね、その仕事が忙しくて運動していないあなたも、仕事でね、体を動かしていて運動していないあなたにも、この研究でとても役に立ちますので、ぜひご覧いただきたいんですね。で、この研究はですね、デンマークの国立労働環境研究センターからの報告で、仕事上の身体活動と運動、そして心筋梗塞であるとか狭心症などの心臓病や脳血管障害などのリスクとの関係性を比較したものなんですね。だから仕事でね、動いている人と、そして運動をしている人、この2つのですねグループを比較して、心臓病とか脳血管障害になるリスクを比較したんですね。で、この研究では10万4046人というね、めちゃくちゃ大規模な、調査で、運動とですね、仕事上の身体活動について調査を行っています。で、研究ってやっぱり人数が多いほど信頼性というのは上がっていきますので、10万人超えてくるとね、相当信頼性のある研究だと思っていいんじゃないかなというふうに思いますね。で、この研究の結果、なんとですね、仕事上の身体活動は死亡リスクを下げる効果はなくて、反対に
重労働であるほど死亡リスクが上がっていくという比例関係が見つかったんですよ。そして運動は適切に行った方が最も効果が高いということも分かったんですね。で、こちらがですね、その結果をまとめた表になるんですけども、この上のね、青いその色付けした方が運動のレベルと、それによって伴うそのリスクの低下の表なんですね。そしてその下の表がですね、労働の身体活動レベルと、そしてそのリスクの変化についてまとめた表になります。で、この上の方から見ていくとですね、運動レベルがね、低レベル群が、参照群として、ここを基準として他の群をね、そのリスクの変化を比較してるんですけども、低レベル群、運動をあまり行わない群に比べて、中レベル群、ある程度運動する群ではですね、まず心血管リスクが、心臓病であるとか脳血管障害のリスクが 14% 低下して、そして死亡リスクが 26% も低下すると。だから中程度ね、ある程度そのちょっと運動するぐらいですよ。このぐらいするだけでもこれだけリスクが低下するんですよね。で、そこから運動強度を増して高レベル群、運動をそのしているぞと、この人は結構運動頑張ってるぞという方はですね、心血管リスクが 23% も低下して、そして総死亡リスクがですね 41% も低下したと。死亡リスク 41% の低下ってすごい効果ですよね。で、そしてですね、最も運動する方はもうアスリートじゃないかなみたいな、毎日そのジムに行ってね、もう2時間3時間もうすっごいガツガツ運動してますよみたいな、そんな最高レベルの方であると、逆にですね、今度はリスクの低下がその弱くなってしまうというか、いい効果が薄れてしまうんですよね。で、高レベルでは心血管リスクが 23% 低下したのに比べて、最高レベル、めちゃくちゃ運動している方では 15% 減ですので、逆に悪化しちゃってるんですよ。なのでこれは中レベル群、運動の中レベル群と同じぐらいの、いい効果しか出ないと。だからあんまりガツガツ動きすぎてもいけないんだなということがわかるんですね。でも総死亡リスクでは 40% 減ですから、中程度の運動の方よりも死亡リスク自体は減ると。でもやっぱりそのある程度のその運動レベルの方がこの死亡リスクも低くて、そして心臓とか脳のねリスクも低いですので、ちょうどいい運動強度なんてのことがわかるんですね。そして運動による身体活動のレベルと心血管疾患と死亡リスクとの関係性を表したこっちのね、そのオレンジ色の表なんですけども、こっちではですね、低レベル群を、参照として、例えばね、その座りっぱなしの人であるとか、立ちっぱなしの人であるとか、あまりその身体活動が少ない方ですよね。この方に比べて中レベル群、ある程度その動きますよと。例えばね、そのジムだけではなくて、ちょっとそのものをね、運んだりだとか、ちょっと誰かのね、そのお世話をしたりだとか、話をしたりとか、その移動があるとかね、こういった方であれば、有意差がないと。これはですね、その効果がない、変化がないっていうことなんですね。そしてもうちょっと身体活動が高いレベルの方だと、高レベル群の方だと、心血管リスク、これは心臓病とか脳血管障害のリスクが逆に上がっちゃうんですよね。身体活動が多いとですね、このリスクが上がっちゃうんですよ。だから脳血管障害とか心臓病になりやすくなっちゃってるんですよね。そして死亡リスクについても 13% の増ですので、結構リスクが上がっちゃうよということが分かったんですね。そしてもっともっとその労働のその身体活動レベルが高い方、もう最高レベルにね、めちゃくちゃ力仕事でめちゃくちゃ忙しいと、もうガツガツね、もうつるはしずっと振るってるような、もうそんな忙しい方とかね、もう工事現場で、ずっとガタガタってしてますみたいな、もうそものすごい肉体労働の方ですよ。もう工場でね、ずっとその荷物の上げ下ろしをずっとしてますみたいな、そんなめちゃくちゃ肉体にその労働をかける方の場合だと、もっともっとリスクが上がっちゃうんですよね。だからこれは運動強度が高いほどリスクが上がっていくんですが、最高レベルの身体活動レベルの方ではですね、心臓とか脳血管障害になるリスクが 35% も上がってしまって、そして死亡リスクも 27% も上がってしまうという、ものすごくリスクが上がってしまうということが分かったんですよね。ですから仕事によって体を動かしすぎるとリスクが上がってしまうと。なので仕事によってね、その体を動かす人はその心臓血管系のねリスクが低くなるということはなくて、死亡リスクも低くなるということはなくて、負担が増えるほどリスクが上昇していくと。そして運動であれば、これは心血管疾患のリスクも死亡リスクも低下するけれども、しすぎると効果が薄れてしまいますので、適度な運動が最もいいんだよということがわかるんですね。
ですので、この研究の結果からですね、仕事で体を動かす方も運動は必要だと。やっぱりこの運動してもらわないとリスクを減らすことはできないので、逆にその動かしすぎの方はね、俺運動しなくても動いてるからいいんだろうみたいに思ってると、逆に病気のリスクが上がってしまっている状態ですから、結構危険だよっていうことがわかるんですね。なので、誰でもね、運動はしましょうと。仕事でね、やっぱ体を動かして忙しいでしょうけれども、もう軽い運動で十分ですので、やっぱり運動はしましょうということが言えるんですよね。そして仕事でね、体の負担が大きすぎる方は、負担を減らせるようにしていただかないと、このリスクがすごく大きいですから、将来危険だよということが言えるんです。でね、じゃあこの結果を見ていただいて、ああ、そうなんだと、運動今までしてなかったけれども、仕事でね、結構動いてるから、運動必要ないやと思ってたけども、こんなにリスクが上がってるんだ、リスクが低下していないんだということが分かったから、もう健康のためにね、今日から運動を始めようと、決意していただいたらですね、その次に考えるのは、何の運動をしたらいいかということが気になると思うんですよね。何をしたら効率的に、心臓血管とかね、脳血管とかを守れるのか、死亡リスクを低下することができるのかということが気になりますよね。で、運動はですね、様々な研究の結果からその効果がね、報告されているんですけども、複数の研究から見てですね、最もおすすめだと言える運動は、やっぱりウォーキングなんですよね。で、血圧を下げたい方であるとか、健康寿命を伸ばしたい方、認知症を防ぎたい方とか、メンタルをね、改善したい方とか、落ち込み気味の方とかね、うつ病の方とか、ちょっとプラスチックになりたい方とかですね、こういった方はウォーキングをすることで改善できるという研究報告があるんですよ。で、15分以上で、できれば30分程度行えると最高で、1時間以内という時間でですね、少し汗ばむぐらいの早歩きで行うウォーキング、これが健康的にもメンタル的にもかなり優れた効果があることが分かっていますし、これね、道具とかも必要ないですし、誰でもできるじゃないですか。歩くだけですよ。だってジョギングしろなんてね、フォームを気にしろみたいに言ってるわけではなくて、水泳に行けとかね、私みたいにバレエに行けって言ってるわけじゃないんですよ。歩けって言ってるだけなんですよね。だからこれ誰でもできるんですよ。難しくないので、だからこれやりましょうよって思いますよね。ウォーキングで本当にすごい効果がたくさんありますので、ぜひこれを始めていただきたい運動になりますね。週2回から4回ぐらいがね、すごくいい効果があることが分かっていますので、週2回以上で、できれば4回を目標として、1回を15分から30分ぐらいで、ウォーキングしてもらえると最高じゃないかなというふうに思います。少し早歩きがいいですね。だからといって競歩まで行かなくていいですよ。どんどん歩けてるわけじゃなくて、少し汗ばむ程度ですので、気持ちいい早歩きかなぐらいですね。で、また、血圧を下げたい方はね、筋トレもおすすめなんですよ。で、筋トレも研究の結果から血圧を下げる効果があることが分かっていますので、筋トレするとね、逆に血圧上がりそうですけども、実は筋トレって血圧を下げる効果があることが分かってるんですよ。なので、血圧を下げたい方はですね、ウォーキングももちろん効果的だし、筋トレも効果的ですので、このどちらも行った方がいいと思います。ということでね、今回は仕事で体を動かす人に運動が必要なのかということについてお伝えさせていただきましたが、結果を言うと仕事でね、動いてる方でも運動は必要だよということですね。で、私の別の動画では血圧の薬と同じぐらい血圧を下げてくれる運動の方法であるとか、1日10分で健康寿命を 28% も伸ばしてくれる運動、そして睡眠の質を上げる運動習慣についてもお伝えしていますので、ぜひこの後ですね、お時間がもうちょっとあればですね、こちらの動画も下の説明欄のリンクからご覧になってください。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、今回の内容が少しでもためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価もお願いします。で、この後ですね、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて、綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。